皆様こんにちは。イギリスの LNER プラス800です。今日はシチリア島の港町メッシーナと鉄道駅について特集します。私たちが現在いるメッシーナはシチリア島の北東部に位置する町です。町のすぐ目の前にはイタリア本土があり、メッシーナ海峡によって隔てられています。メッシーナは古くからシチリア島の海の玄関口として機能し、発展してきました。人口は周辺地域を含めると23万人。町の規模としては西部のパレルモ、東部のカターニアに続いてシチリア島では3番目の大きさを誇ります。この規模は前回ご紹介した南東の町シラクサのちょうど2倍にあたります。シラクサ同様、この町も地理的に非常に重要なポイントで、昔から多くの旅人や商人が訪れる要衝となっていました。古代ギリシャ時代にまで起源を遡る長い歴史を持つ土地で、街中を少し歩くだけでも古い建築物がいくつも目に留まります。と言いたいところなんですが、実はイタリアの中では比較的新しい建物が多い地域です。というのも、メッシーナの町は1908年に大地震に襲われ、ほとんどの建物が倒壊しているんです。現在、街中で目にする建築物は、その後に再建されたもの。とはいえ、魅力的な街であることに変わりありません。また、街から見える海の景色も素敵です。ここは、シチリア島とイタリア本土に挟まれる海峡に面した町です。市内の公園から海を眺めていると、地中海を往来する巨大な船が南北に行き交い、その合間を縫って、本土とシチリア島を結ぶ連絡船が東西方向に往復します。町全体は起伏のある地形で美しい海を振り向けば、市街地のすぐそばまで山が迫ります。高台には教会や住宅が立ち並び、海と山の両方の景色が楽しめる町です。メッシーナの街中を走る市内交通はバスの他に路面電車も走っているのが特徴です。この町には1917年から路面電車が存在していました。全盛期には4系統の市内路線があり、町の重要な交通機関として機能していたのです。しかし、登場から30年が経った頃、設備の老朽化が問題になります。この問題が深刻になったのは、1940年代後半。この間に起きた大きな戦争にメッシーナのトラムも巻き込まれ、線路は応急修理のまま運転を続けていた箇所もありました。さらにこの頃、路面電車は時代遅れの交通機関という認識が強まりつつある時代でした。となると、多額の費用をかけて傷んだ設備を作り変えるか、バス路線へ転換をするかの選択は明らかです。メッシーナの町は、即刻、路面電車を廃止する道を選んでしまいます。このような経緯から、路面電車は、1951年を最後に、姿を消したのでした。ですが半世紀後、バスよりも、環境に優しく、大量輸送が可能な、トラムを復活させる動きが始まります。それが、今日街中を走っている、路面電車です。2003年に開通したメッシーナの新しい路面電車は、需要が逼迫していたバス路線28系統を引き継ぐ形で復活しました。現在は全長 7.7 キロ、18カ所の停留所を有する路線です。路線の北側は海沿いを走り、街の美しい建物や海を眺めつつ移動ができます。21世紀に新設された路面電車ですので、車両はすべて乗り降りのしやすい軽商車です。けれどこのトラムは、すべてが順調だったわけではない。むしろ、復活直後に、いきなり大きなつまずきがあった。新生トラムが、開通してから3年が経った頃、メッシーナ市は、財源不足が深刻化。その影響は、市営交通にも及び、路面電車は、車両のスペアパーツが購入できない事態に陥ってしまう。消耗部品も交換できないので、次第に稼働できる車両が減っていき、いくつかの編成は製造後数年なのにもかかわらず、車庫で1分の1ディスプレイモデルと化していた。もちろん現在は一連の問題は解消済み。部品不足により運用を外された車両も全て復帰しているのでご安心いただきたい。そんなトラム路線の中間地点にあるのが、イタリア国鉄のメッシーナ中央駅です。
ここは、南北に伸びる、長い線路を有し、駅の北側には、鉄道連絡線用の、港があります。ホームの東側には、貨物列車を一時的に誘致する、操車場。中央に、港の岸壁へ通じる、長い線路。そして西の、中央出口寄りの場所には、行き止まりの線路がある構造です。この場所には、メッシーナ中央駅の他にもう一つ、メッシーナ、マリッティマ、という駅があります。特急列車の車内で流れる、自動放送にも、Messina Marittima, Messina Centrale, Milazzo と、ありますが、実際に列車が止まるのは、メッシーナ中央駅だけ。というのも、マリッティマ駅は、中央駅と、ほとんど同じ建物にあるからです。実はメッシーナには、列車が停車する、メッシーナ中央駅の他に、別の駅が併設されていました。路面電車やバスが発着する、正面出口を、岸壁に向かって歩くと、もう一箇所、大きいながらも、錆びれた雰囲気の出入り口が見えてきます。ここが、メッシーナマリッティマ駅です。マリッティマとは、海洋の、という意味。名前が表す通り、すぐそばには、大小の船が発着する、岸壁が迫り、接岸した連絡船たちが、列車の積み下ろしをしています。メッシーナマリッティマ、と書かれた入り口から、中に入ると、広い階段と、封鎖されている通路、そして、またまた封鎖されている、発見カウンターらしきものが目に留まります。ここは、列車に乗らず、鉄道連絡線に、直接乗船する人のためのターミナルでした。マリッティマ駅の建物自体は、中央駅と直結していて、メッシーナ止まりの列車を降りたお客さんが、身一つで船に乗ることができます。つまり、かつての青函連絡船のようなスタイルですね。反対に、本土からマリッティマ駅に到着した連絡船の利用者は、ローカル線や鉄道の通っていない地域を結ぶバスなど、メッシーナ中央駅に待機している、それぞれの交通機関に乗り換えが可能だったのです。ところが現在は、より小型の快速フェリーが徒歩乗船の主流になっています。こちらは、鉄道用の大型フェリーが発着する、専用の岸壁を使わず、付近にある、コンクリート製の岸を発着します。船舶が小さい分、乗り降りにかかる時間が少なく、接岸もあっという間です。所要時間が短くて、運行本数も多いとなれば、多くの人は、こちらを選択します。逆に、鉄道車両が積載される、大型船に乗る人はいなくなったので、マリッティマ駅は、列車に乗らない乗客の扱いを終了。コンコース、チケット売り場も、閉鎖してしまいます。駅としての機能は失いながらも、その後長らく、フェリー乗り場へ続く通路が残っていましたが、2022年には、少しずつ、取り壊し工事が始められていました。さて、続いては、メッシーナを往来する、列車たちを紹介していこう。メッシーナ中央駅を発着する列車は、主に4種類ある。一つ目は、島内路線を往復する、コミューター列車だ。ここは、離島ということもあり、以前は、本土の都市圏で活躍していた、片落ち車、または、特急用列車を改造した、いわゆるお下がりの車両が多かった。だが最近は、世代交代が進み、新車が、直接配備される形態に、変化している。これは、全国標準車として、100編成を超える、大量の新規発注を、メーカーに行ったからだ。イタリアの国鉄線は、線路の規格が、全国でほぼ統一されている上、一度に大量に発注すると、メーカーから、大幅な値引きを提示してもらえる。したがって、鉄道会社は、1編成あたりにかかる導入コストを、引き下げることができるのだ。現在、メッシーナを発着するのは、フランスのメーカー、アルストムが開発した、低床電車、ETR103 型、もしくは、104型が主力だ。2021年にデビューし、電化された線区に投入されている。ETR103 と104型の違いは、車両の数。103型が3両編成。ETR104 型が中間車を2両組み込んだ4両編成となる。動力はすべて先頭車両の先頭側の台車だけで担い、連接台車で繋がれた中間車は無動力で構成する。この電車は新世代の車両らしく洗練された車内設備が特徴だ。ドア周りはすべて乗り降りのしやすい低床構造。
通常の電車なら、床下に吊り下げてある機器類を、すべて天井に設置したことで、線路ギリギリまで、客室の床を下げたのだ。同時に駅側も、極端に低かった、ホームの床をかさ上げし、車両との段差を少なくしている。照明は、明るい LED で、大型の液晶モニターと、防犯カメラを装備。さらに座席には、USB ソケットを備え、スマートフォンなどの充電にも対応した。もっとも、私が試したら、早速 USB が故障していて、電気が通っていなかったんだけどな。この新型車は、ETR103、104という、形式名のほか、ポップの愛称が与えられています。由来は、音楽ジャンルの、ポップミュージックです。近年、イタリアの、通勤、近郊型電車は、車種ごとに、音楽の名前を付ける流れが続いています。これまでに、ミヌエット、ジャズ、ロックといった名前が存在します。その他、今回の取材では乗れなかったのですが、日立がイタリア向けに開発した、新型のハイブリッド車両は、ブルース、と名付けられているようです。ところでさ、イタリアには、ビバルトっていう、2階建て客車があるよな。登場時は特に、音楽関係を思わせるモチーフがなかったけど、塗装を変更した時に、音符のマークが追加されている。あれは、何の音楽なんだ？辞書を引いても出てこないぞ。無関係の単語に、ロゴだけ、周りに合わせて、音楽っぽくしただけ。それがですな。あれも一応、音楽に関係があるんだよ。イタリアの全土で活躍する2階建て客車、ビバルトは、イタリアを代表する、クラシック音楽の作曲家、ビバルディと、高い、のアルトを組み合わせた造語なのだ。この愛称は、公募によって選ばれたそうだ。ビバルトは、2005年から製造が始まった、都市圏向けの汎用客車だ。車両はオール2階建て構造。基本編成は、中間車5両に、制御客車をつないだ、6両で、これに動力となる、E464 型電気機関車が加わる。客車を6両とした、基本編成だと、着席定員は、700名以上にもなり、さらなる増結も可能だ。ビバルトの、もう一つの特徴が、車体の先進性だ。自動放送、LED 式の行き先表示、車内の液晶モニター、などなど、今日の列車では、標準的な装備を、イタリアで初めて搭載した車両だった。ビバルトは、収容力が高く、使い勝手が良かったため、イタリアの大手、トレニタリアは、100両以上の追加発注を、2度も実施している。最後のおかわりは、2015年に行われた。この時の製造会社は、イタリアのダメーカーを買収した直後の、日立製作所だった。なんて、だいぶ話がそれましたが、そろそろ軌道修正しましょうか。メッシーナを発着する2種類目の列車は、イタリア本土とを行き来する貨物列車です。イタリア半島のつま先、ビッザ・サンジョバンニから連絡船に乗せられ、ここシチリア島へ渡ってくるのです。イタリア半島とシチリア島の間は、橋やトンネルがないので、連絡船と、この貨物列車が、貨物輸送の主力を担っています。上陸後は、駅の東側にある操車場で、時間調整を行い、新たな機関車に繋がれて、島内各地へ走っていきます。また逆に、シチリアから、イタリアや、ヨーロッパ各国に貨物を運ぶ、上り列車も、頻繁に運転されています。貨車を見ていると、イタリア国内だけでなく、北の隣国、オーストリアの車両も繋がれていました。メッシーナ駅の構内は、普段なら貨車や機関車が、絶えず行き交い、忙しいようですが、私たちが訪問したのは、あいにく日曜日。貨物列車は運転本数が少なく、操車場は、動きがほとんど見られませんでした。ところで、シチリア島とイタリア本土を結ぶ手段は、100年以上前から、船だけに頼ってきました。この辺りは、濃い霧が、海を覆い尽くしたり、海が荒れることがあまりないので、船でも安定した輸送が可能ですが、海の部分を地続きにできれば、もっと効率的になりますよね。私たちの動画のコメントでも、橋か、トンネルを作ればいいのに、といった声を、何度かいただきました。それがねイタリア人も、橋があればいいのは、わかっちゃいるけど、色々と、難しいんだよ。イタリア本土と、シチリア島を隔てる、メッシーナ海峡を、陸路で繋ぐ計画は、昔から幾度となく議論されてきた。
この辺りは、地震が発生する地域で、潮流も考慮しなければならない、などの制約はあるが、現代の建築技術なら、さほど大きなハードルではない。2000年代になると、本格的な計画がスタートし、自動車道路と、鉄道用線路の2つを備えた、海峡大橋のプランが推し進められる。建設には、日本の企業も加わり、2011年に完成する予定だった。2004年に出版されたガイドブックには、船が鉄道車両を運ぶ、昔ながらの連絡船の姿が見られるのも、あとわずか、との記述もあるぐらいだ。しかし、建設には莫大な予算がかかることや、政治的な駆け引き、それから、あまり表に出せない事情があり、またもや計画は中断。全く手がつけられないままとなっている。あくまで風の噂なんですけど、二つの地方を取り仕切る人たちとの調整とか、山吹色のお菓子をこっそり食べちゃってたこととかが、問題になったりしたらしいですな。なんか知らんが、そういう南イタリア独自の問題もあったらしいね。まあ、聞かなかったことにしよう。メッシーナ海峡をめぐる計画は頓挫しやすく、絶えず2点3点しているので、ここからは、話半分に聞いてほしいのだが、現在、イタリアの運輸省、大臣など、関係各所は、イタリア南部、そしてシチリア島の交通改革に取り組んでいる。その一環で、本土と島を結ぶ、橋の建設も、計画の一部に取り入れられている。2030年頃をめどに、今度こそ橋を架けたい、と意気込んでいるそうだ。実は、前回ご紹介した、シチリア島のフレッチャビアンカ、鳴り物入りで登場したものの、需要が実態に合わず、わずか1年で消えてしまった名列車だったが、あれも、国の意向で開設されたものだった。イタリアの大手鉄道会社、トレニタリアは、JR のように民営化しているとはいえ、元は国鉄、国や運輸省とのつながりは、今でも強く、政治的に要請されると、どうしても断りきれない一面もあったようだ。それではそろそろ、2度目の軌道修正をしましょう。なんか今日は、話題がそれやすいですね。メッシーナを発着する、3種類目の列車は、特急列車、インターシティです。もうこれに関しては、あまり言うことがありません。そんなこと言うなよ。まだ叩けば埃が、じゃねえ、ネタは出てくるはずだ。おいインターシティ、ちょっとジャンプしてみろ。インターシティについては、あまり追加情報はないのですが、メッシーナ中央駅を見学中、私たちは偶然、イタリアの特急列車の祖先、ともいえる車両に出会いました。イタリアが誇る、高速特急客車、グランコンフォルトです。時速200キロ走行に対応する、高い性能と、豪華な車内設備が自慢の車両でした。そのうち、クリーム色と、赤のツートンカラーの車両は、初期生産型。国際線対応車で、サービス車両を含めても、わずか28両しか製造されていない、レア車両です。イタリアは、北部としか、隣国と接していない上、国際特急は、1日1往復が基本だったため、車両数が、そこまで必要ありませんでした。座席を備えた客車は、オープン客室と、個室車両の2種類。長時間の乗車を考慮して、客席には、上着などを収納できる、クローゼットが装備されています。個室車両は、標準的な特急客車よりも、部屋数が少なく、ゆったりした作りになっていました。車内は、大きな椅子が並び、壁には木目、天井の照明は、ガラスの装飾が施され、重厚な内装が目を引きます。この客車は、全席一棟の、国際ビジネス特急、トランスヨーロッパエクスプレスの専用車として、北部のミラノから、隣国スイスやオーストリア、そしてドイツに直通していました。一列車に連結していた、旅客向けの座席車両は、一等席車両が、わずか4両。これに、食堂車と、ディーゼル発電機を搭載した、電源圏荷物車を連結した6両が、トランスヨーロッパエクスプレスの、基本編成でした。客車には、当時最先端の車内設備、エアコンを備えています。普通なら、必要な電力は、先頭の機関車からもらうのですが、国際列車は、国境で、牽引車両の付け替えを実施していました。その上、国が違えば、機関車が供給している電気も、少しずつ異なります。
場合によっては、客車へ電力を供給する機能のない古い機関車が牽引することも考えられましたので、専用の電源車を連結して安定した電気を確保していたのです。このグランコンフォルト客車は国際列車として長い期間活躍。車両自体の設計も優秀でしたので、同じ設計を用いた国内特急向け車両も多数製造されました。国内専用グランコンフォルト客車は、ローマやミラノ、ナポリなどの大都市を結ぶ高速特急を中心にイタリア全土を駆け回ります。この客車の存在は何度となくお世話になっている高速列車フレッチャロッサの基礎となり、同時にインターシティを構成した車両だったのです。往年の花形国際線客車は現在保存車となり、特別チャーター列車として運転されています。私たちが偶然見たのは、南イタリアを巡るツアーの真っ最中でした。ローマから数日かけて南イタリアまで移動。その後、メッシーナ海峡を渡って、シチリア島に上陸し、3日間、風光明媚な景色を楽しむツアーが組まれています。七つ星や、オリエント急行などと違い、寝台車両がありませんので、お客さんを乗せたまま、夜間の走行をすることはありません。この列車は、1日ごとに、異なる地域へ移動し、昼間にミニトリップを実施する、という形態で、運転されていました。まだまだメッシーナには、興味深い車両があるのですが、いろいろなお話をしていたら、想定外に、時間が長くなってしまいました。ですので、ここで一旦終わりにして、続きは次の回にしたいと思います。本当は、この動画で、メッシーナ散策、そしてシチリア編を終わらせて、別のテーマに行くつもりだったんですよ。次は、久しぶりに銀ちゃんが復活予定でしたけど、1回分伸びちゃいました。全国419人の銀ちゃんファンの皆様、ごめんなさい。それでは次回、また同じ場所で、お会いいたしましょう。ってことは、次も移動はないよね？駅で列車を見るだけですねー。